すぐれもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、バンパー傷補修3回目です。ポンコツからピカピカになったサンバートラックです。前回はフロントバンパーの傷を補修しました。左側完成しています。右下の補修したところがデコボコになっています。傷部分を研磨して光硬化パテで埋めました。下地処理が不十分な状態で上塗りしたためデコボコになってしまいました。今回はバンパー専用のバンパーパテを試してみます。エアタッチ専用やり直しスプレーです。タッチアップペン塗料を溶かします。よく落ちます。メーカー純正塗装は溶けません。デコボコガサガサです。120番の空研ぎペーパーで残っている塗料を削り落として掃除をします。シリコンオフで脱脂をします。パテの密着性を高めるためバンパープライマーを塗ります。よく振ります。25センチから30センチ離してスプレーします。約15分乾かします。樹脂バンパーの傷を埋めるバンパーパテです。深さが5ミリまでの傷に使えます。主材と硬化剤を混ぜる2液性のエポキシパテです。付属品はヘラが1つです。パレットや厚紙などに主材と硬化剤同じ分量で取り出します。混合割合は主材と硬化剤1対1です。付属のヘラで30回程度よく混ぜます。ヘラを押し付けながらパテを塗って盛り付けます。気温が20度の場合、約1時間で硬化します。5度以下の場合はパテが固まらない可能性があります。
作業場所の気温は約5度です。ヒートガンで10分程度温めてから1時間自然乾燥します。浅い傷には太陽光で固まる光硬化パテを使います。余分なパテを拭き取ります。太陽光の代わりにダイソーマジックライトペンの UV ライトを当てました。約2分で硬化しました。バンパーパテ自然乾燥で1時間経ちました。しっかり硬化しています。320番の耐水ペーパーでデコボコを平らにします。外周部分から研磨をします。600番の耐水ペーパーで整えます。1000番の耐水ペーパーで仕上げ磨きです。パテ外周の段差を滑らかにしてさらに全体を磨きました。光硬化パテを塗ったところも1000番ペーパーで整えました。この状態でエアタッチ塗装をします。シリコンオフで脱脂をします。タッチアップペンがエアブラシみたいなスプレーに変身するエアタッチです。スプレー缶が1本、クイックアダプターが1つ、スペアチューブが1つです。筆塗り用のタッチアップペンです。30回以上振ります。クイックアダプターをねじ込んでしっかり締め付けます。この状態でタッチアップを振ると塗料が飛び散ります。
赤いプラスチック部分を持ちながらタッチアップが止まるまで押し上げます。正しく装着できています。スプレー缶を振る場合はクロスなどで上から押さえて塗料が飛び散るのを防ぎます。塗装場所の気温は約6度、湿度は約 40% です。使い捨てカイロでスプレー缶を軽く温めます。試し拭きをします。垂れました。6センチから10センチ離して吹きつけますが、スプレーを動かす速度が遅すぎて垂れたようです。厚塗りになってしまいました。垂れた箇所をしっかり乾かすためヒートガンで温めています。10分間乾かしました。塗料が乾いて固まっています。1000番の耐水ペーパーで垂れた部分を水研ぎします。シリコンオフで脱脂をします。2回目塗ります。スプレー缶が冷たくなるので温めながら塗ります。10分間自然乾燥で乾かしました。3回目塗ります。10分間自然乾燥で乾かしました。仕上げスプレーを用意しておきます。最後の4回目塗ります。最後の塗装が終わった直後、仕上げスプレーを15センチから20センチ離して吹きつけます。エアタッチで塗装した部分も含めて外周を10センチ程度広くスプレーします。未使用のエアタッチとタッチアップペン1セットで塗装できる範囲は約はがき1枚分です。エアタッチとタッチアップペン新品1セットでフロントバンパー右下を4回塗りしました。少しだけ塗料が残っています。ご視聴ありがとうございます。
スター、今後ともよろしくお願いいたします。